これでわかるカーネギー。鉄鋼王と呼ばれるアンドリュー・カーネギーは、カーネギーホールやカーネギーメロン大学など多額の寄付をしたことでも有名です。彼には寄付の哲学というものがありました。ただ貧しい人に寄付をすることはしません。無差別な施しは人を成長させないとし、向上心のある人にはしごを与えることを目的に、主に貧しい地域に多くの図書館を作りました。彼は格差も否定していません。人類の成長する力を生むと。なぜそのような考えに至ったかは、彼の歩んできた道から推測できます。では、カーネギーの生涯を覗いてみましょう。1835年、スコットランドに生まれる。父は手織り職人でした。ダマスク織りというものをしていましたが、産業革命で安くて質の良い布が大量に生産されるようになるにつれて、仕事がどんどん減っていきました。そしてとうとう生活していけなくなり、働き口の多いアメリカに家族で渡ります。ピッツバーグ対岸の町アレゲニーの紡績工業で働きました。引っ越しも借金しないといけない状態だったので、マイナスからのスタートです。そのためカーネギーも学校へは行けず、13歳で働きました。週6日、1日12時間労働、ボビンボーイとして働きました。ボビンボーイとは機械を操作する女性工員にボビンを供給する係です。そして生涯で最初の給料1ドル20セントを手にした時、カーネギーは自分を誇らしく思いました。自分も家族や社会のために役に立っているのだと。半年後転職します。地下のボイラー室の会社の事務などをしました。15歳の時、ピッツバーグ電信局の電報配達の仕事に転職します。とても働き者で、ピッツバーグの企業の位置と重要な人物の顔をすべて記憶しています。そのうち電信技師になりたいと思い、技師たちがやってくるまでの間、通信機械を触って練習し、モールス信号を耳で聞き分ける特技を身につけ、17歳で正式に電信技師として採用されました。その頃、アパラチア山脈を横断してニューヨークからピッツバーグまで行く鉄道が完成しました。建設したのはペンシルバニア鉄道。そのペンシルバニア鉄道のトーマス・アンダースコットにカーネギー18歳の時引き抜かれます。ペンシルバニア鉄道で自分の下で事務員兼電信技師として働いてみないかと。そしてスコットから経営と原価管理など多くを学びました。6年後にはペンシルバニア鉄道のピッツバーグ管区の責任者とまでなります。投資も始めました。スコットがいろいろ知識を教えてくれていました。ある日、発明家のウードルフが寝台車のアイデアを持ちかけました。初めての試みでペンシルバニア鉄道は試験的な採用を決めました。カーネギーは、これからは鉄道で長距離移動をする時代だと思い、借金をしてまで寝台車の会社に投資し、結果大成功を収めました。1861年26歳の時、南北戦争勃発。アメリカの北部と南部が戦った戦争で、スコットはリンカーン大統領の特命で軍事運輸の最高責任者になります。そして副官としてカーネギーを指名。彼は北部側の軍用鉄道、電信網の監督になりました。鉄道は弾薬の補給のために重要なものでした。そして戦争によって壊された鉄道路線を再建する必要もありました。また、電信での伝達も必要だったので、カーネギー大活躍です。そこでカーネギーは鉄道のための橋が気になりました。当時は木製だったので弱く、鉄道会社は競って鋳鉄製の鉄橋を作っていたのですが、もっと丈夫なものが求められると思い、それよりもはるかに強い鋼鉄製の鉄橋を製作することを決めました。南北戦争終結後にペンシルバニア鉄道を退職し、製鉄業に専念するようになりました。いくつかの製鉄所を創業し、最終的にピッツバーグでキーストン鉄橋会社とユニオン製鉄所を創業。それは順調にいきました。成功の鍵はベッセマー法というのを採用して鋼を安価に大量生産できるようにしたことでした。その結果、鋼の価格が下がり、橋や鉄道レールなどに鋼が多く使われるようになりました。カーネギーはペンシルバニア鉄道は辞めていましたが、その経営陣とは密接な関係を保っていて、スコットなどに彼の会社の株主になってもらい、ペンシルバニア鉄道は彼の最大の顧客となりました。
カーネギーは実業家として財産を築き、やがてアメリカの鉄鋼産業のほとんどを独占することになり、鉄鋼王と呼ばれるまでになります。ただ、すべてが順調にいっていたわけではありませんでした。彼が非難される事件も起こります。1889年、アメリカのジョーンズタウンで起きた洪水。上流の町にあるダムの修理が必要なのに放置していたため、ダムが決壊します。下流の町は押し流され、2209名の方が亡くなる大事件になりました。そのダムは周辺の土地を買って開発しようとしていたペンシルバニア鉄道が買い取り、その後1881年にはサウスフォークフィッシングハンティングクラブの所有となっていました。60人余りの会員はペンシルバニア州西部の富豪たちで、カーネギーもそのクラブの会員でした。ジョーンズタウンよりさらに下流にあるカンブリア製鉄所がダムについての懸念を表明していたにもかかわらず放置していて、ついにジョーンズタウンに向かって2000万トンの水が流れ込み洪水となったのです。その後、クラブ会員が集まり、被災者支援のためのピッツバーグ救済委員会を作り、クラブと洪水の関係については一切公言しないことを申し合わせました。そしてクラブ会員は訴えられずに済んだそうです。1892年、所有する会社をまとめてカーネギースチールカンパニー設立。そこでも問題が起こっています。賃上げと安全性を求めたストライキが起こりました。その対応をカーネギーは信頼するフリックに任せました。フリックはストライキの要求を拒否。数千人のスト破りの作業員を雇い、作業員を守るためにピンカートン探偵社に協力を要請しました。ピンカートンがニューヨークとシカゴから300人の護衛を送り込み、乱闘が発生。それは140日間も続き、死者10名、負傷者数百名の大惨事となりました。その後、非組合員の移民を労働者として雇い入れることで、操業再開にこぎつけました。この事件、フリックだけが悪者のように言われがちですが、カーネギーは人をよく見る人です。彼にこの件を預けたというのは、フリックがどのように扱うか、もちろん分かっていたのではないかとも思います。66歳の時引退を考え、5億ドルで全事業を銀行家モルガンに売却します。JP モルガンは喜んで買い取ります。おなじみの US スチールという名前になりました。引退後、カーネギーは慈善活動家として活躍し、1919年84歳でこの世を去る。カーネギーの寄付。冒頭でご紹介したように、彼には寄付の哲学がありました。自らを助けない者を救おうとしても無駄だ。はしごを自分で登る意志のない者を他人が押し上げることなどできない。生活に困窮しているというだけの理由で軽率に援助を与え続ければ、人は依頼心が強くなってしまう。資産家がすることは、向上心があり、将来に希望を持ち、勤労と勉学に励み、努力を続ける人たちをサポートすること。慈善事業に携わる人は、自分たちの行為が社会に害を与えることになっていることを知らなければならない。そこでカーネギーが一番多く作ったのが図書館でした。彼は昔電信局で働いていた時、近所に住んでいた大佐が約400冊ほどの本を所有していて、それを毎週土曜日に無料で貸し出してくれていました。カーネギーはその本を読むのを楽しみにしていました。本は自分の周りだけでなく世界を教えてくれる。知識を与え、自分を向上させてくれ、チャンスを与えてくれた。本を読める環境にない子どもたちもたくさんいました。本はみんなが読めるようになるべきだと思い、カーネギー財団の支援により2500以上の図書館が設立されました。最初の図書館は地元スコットランドでした。図書館の他にはカーネギーホール、学校、病院などがあります。カーネギーメロン大学も有名ですね。カーネギー工科大学とメロン工業研究所が合併し、カーネギーメロン大学となりました。金持ちのまま死ぬのは不名誉なことだと、30兆円を超えると言われる資産の9割も慈善活動に使ったそうです。ちなみに自分が経営していたすべての工場で働く人を対象に、現在の労働火災保険へ相当するものを設けて、事故で働けなくなった職員や亡くなった職員の遺族に年金を送るようにしています。これは過去のストライキの時の罪滅ぼしもあるのかもしれません。カーネギーの逸話、2つほどご紹介させてください。1、さくらんぼ。子供の頃、果物屋さんの店主に、
さくらんぼを一つかみ取っていいよと言われましたが、手を出しませんでした。するとお店のおじさんが掴んで渡してくれました。後からお母さんがなんで取らなかったのと聞くと、僕の手よりおじさんの手の方が大きいからたくさんもらえるかなと思ってと。小さい頃から賢い子だったんですね。2、黄色い便箋。カーネギーは悩みの多い人でした。そのためしょっちゅうノイローゼになり、自殺しようとまで考えるようになったとか。奥さんから食事に行こうと誘われても、悩みで忙しくなかなか行く気になれません。ふと自分にはどれだけの数の悩みがあるのだろうかと、黄色い便箋に書き出してみることにしました。無数にあるように思えた悩みは、実際に書き出してみると60個くらい書いたところでペンが止まったようです。思いのほか少なかったことに驚きます。さらに書き出した悩みを4つに分類します。明日できること、来週以降でも大丈夫なこと、来月でも間に合うこと、解決できないこと。そして、そっか、今日中に解決しなければいけないことはなかったと気づき、その後奥さんと夕食に出かけたそうです。カーネギーはたくさんの人に希望を与えた人ですが、彼自身もいろいろ悩み、自殺まで考えた時期があったというので、とても人間らしさを感じます。カーネギーの言葉です。成功への必須条件として、あらゆる長所の中で第一に要求されるのは、健全な人格である。さて、優しくて厳しくもあるアンドリュー・カーネギーいかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。